いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。季節によって釣り場の水温は変動しますが、水温は表層から下層まで均一ではありません。表層の水は暖かくても、深層の水は冷たい。その間にはサーモクラインという水温の大きく変化する層があります。今回はサーモクラインが形成される仕組みについて見ていきます。本日の結論です。魚は水温の境界に集まる。本日の目次です。温度によって重さが変わる水。温度の違う水の境界線。湖のサーモクライン。釣りに影響を及ぼす混合。棚を左右するサーモクライン。風による影響。ダム湖の特質。海のサーモクライン。サーモクラインと釣り。それでは順に見ていきましょう。温度によって重さが変わる水。お風呂の水がぬるくなった頃に入った経験があるでしょうか。その時、湯船の中の水は表層は暖かいが、底の方はひんやりしていて寒気を感じたと思います。密度と水温の延直方向、表層から底層にかけての分布は切っても切れない関係にあります。水は温度によって密度が変わるという性質があるためです。一般的に水は温められると密度が小さくなって軽い水になります。反対に冷やされると密度が大きくなって重たい水になります。そして1気圧 1013.25 ヘクトパスカルの状態では水温約4度で最大となります。密度の異なる水の塊は一旦分かれるとすぐには元に戻ることはありません。そのため、ある水の塊が周囲の水の塊よりも軽い場合には上昇流が発生し、重い場合には下降流が発生します。その結果、温かい水が冷たい水の上に浮き、冷たい水は温かい水の下に潜り込むような状態が存在します。このような流れを密度流と呼びます。冷めかけたお風呂で水の表層が温かく底が冷たいのは、このように密度の違う水の塊ができてしまった結果です。温度の違う水の境界線。自然界ではお風呂のように初めからお湯が出ることはありませんが、海や湖の水温は日射や風波、気温の変化などの自然条件により様々に変化しています。例えば太陽光線が水面に当たると水は温められます。水が強い水流や風などによって大きく動いていないとすれば、その水は太陽光線が当たっている表面近くで最も温度が上がることになります。太陽光線により温められた水は密度が小さくなり、軽い水として表層に存在するようになります。一方、温められなかった水は密度が大きい水として軽い水の下に沈み込みます。結果、同じ水域において延直方向に水温の異なる、すなわち密度の異なるいくつもの水の塊が層になって存在することになります。このような状態を水温成層と言います。そして水温成層の中で温かい水と冷たい水の間にある水温の変化が大きい層のことをサーモクライン、水温躍層または変水層と言います。なお、水温が変化する原因は例として挙げた太陽光線の他に気温の上下、風波による水の攪拌、海流など温度の異なる水の流入などがあります。湖のサーモクライン。湖は海に比べて閉鎖的な環境にあります。また、平地や山間部など様々な標高に存在するため、水温の変化は地域の気象的、地理的条件によっても左右されます。湖は水温の変化、淡水の密度が最大になる4度を基準に、表面水温が1年間にどれくらい変動するかと、季節的に起きる湖水の循環パターンによっていくつかに分類されます。日本で見られるのはこれらのうち、熱帯湖の中で暖帯湖、温暖1回循環湖と温帯湖2回循環湖がほとんどです。循環もしくは混合という言葉の意味について解説いたします。熱帯湖、1年を通して水温が4度以上の湖です。熱帯湖はさらに循環パターンによって赤道帯の多循環湖、貧循環湖と
日本を含む緯度域の団体湖、温暖1回循環湖に分けられます。日本では琵琶湖より南の湖沼がそれにあたります。温帯湖、最高水温が4度以上、最低水温が4度以下で、湖に氷が張る前と氷が溶けた後の計2回、上下の水が混合する湖で、2回循環湖とも言います。これは中部東日本から北海道の湖沼が該当します。寒帯湖、さらに極、北極、南極に近い地域で1年を通して水温が4度以下の湖です。寒冷1回循環湖とも言います。釣りに影響を及ぼす混合。まず団体湖、温暖1回循環湖を例にとって季節の移り変わりによる水温変化を見てみましょう。湖の水深が深い場合には、春から夏にかけて日射時間の増加、気温の上昇などによって表面の水が温められ、氷水層と呼ばれる水の塊が形成されます。下層には温められなかった深水層と呼ばれる水の塊が存在します。この境目に水温変化の大きい層、すなわちサーモクラインが形成されます。つまり、春から夏にかけての湖を水温別に大きく見ると、氷水層、サーモクライン、深水層という3つの層に分かれていることになります。秋になると日照時間が短くなり、気温が低下し、表面の水が冷やされます。そうなると、表層の水の密度が大きくなることで、表層の水の塊が下層の同じ水温の層に沈み、全体としては上層の水の塊が熱くなっていきます。これにより、サーモクラインが徐々に深くなります。そして、さらに上層の冷却が進んでいくと、上下の層で水温の差がなくなり、混合が起きます。これがいわゆるターンオーバーの状態です。透明度の低い風栄養湖では、サーモクラインより下層では光合成が行われないなどの理由で、溶存酸素が極端に少ない場合があります。そのような湖で混合が起きると、部分的に下層の溶存酸素の少ない水が上昇し、魚にとって居心地の悪い水域が発生します。最悪の場合は、魚が酸欠状態に陥る場合があります。冬になり、湖の表層と下層の水温が完全に同じになると、表層から底層までの全層にわたって混合が起き、サーモクラインはなくなります。これを全循環と言います。このように団体湖では春から夏に水温清掃になり、冬に1回全循環が起きるので、1回循環湖と呼ぶわけです。しかし近年、団体湖であっても、冬季に十分に気温が低下しなかったことなどから、冬季の全循環が起こらなくなる湖もあります。深層の酸素不足などが深刻になり、生物の生存や湖の化学成分の組成などに影響を起こすことが危惧されます。温帯湖でも同じように冬の全循環が起きます。そしてその後、結氷した湖面が溶けて、再度上下層の水温が4度になった時に2回目の全循環が起きます。そのことから2回循環湖と呼ばれます。棚を左右するサーモクライン。サーモクラインは季節的に形成・消失を繰り返していくものですが、もっと細かく見ていくと、季節的なサーモクラインができる層よりも浅い層に、1日の中での日射や気温の変化に影響されて、水温が変化する層が存在します。これを非サーモクラインと言います。非サーモクラインは昼間に一時的に形成されるもので、夜間には消滅します。また、非サーモクラインはサーモクラインより上層の水温の範囲内で変動し、その温度差は大きくでも1度前後です。一日釣りをしていて、ごく浅い水深で魚の群れが泳ぐ層や釣れる層などが変化したときは、非サーモクラインの影響がある可能性があります。風による影響。温帯の一定以上の水深がある湖沼においては、サーモクラインは10度から15度にわたる温度差があります。しかしながら温帯でも霞ヶ浦のように水深が数メートルしかなく、風波の影響を受けやすい地域にある湖は、表面が温められて水温清掃の状態になったとしても、
それが風波によってかき混ぜられて破壊されてしまいます。また、水深が深くサーモクラインが形成されている湖であっても、台風などの強風が吹いた時には、表層の温かい水が湖の一方向に吹き寄せられることによって、サーモクラインが大きく変動することがあります。これをサージ現象と言います。サージ現象によってもターンオーバー同様、下層の溶存酸素が少ない水が上昇し、魚の活性に悪い影響を与える可能性があります。ダム湖の特質。ダム湖はその水温分布において自然の湖とは異なる条件があります。ダム湖は河川をダムでせき止めて作ったものであるため、上流から常に河川水が流入しています。そしてダム湖の水は人工的に放水されています。このためダム湖内での水温分布は流入河川の水温とダムの流出口、取水口の位置にも影響されます。上流の河川からの流入水はダム湖の表面水温より低い場合が多いです。つまり流入水は密度が大きく重たい水になります。流入水は密度によってダム湖の中で同じ水温の水がある層へ入り込みます。また、ダムの構造によって流出口の位置が異なるため、流出口がある水深にサーモクラインが形成される場合が多いです。もし流出口がダムの中間にある場合、表面水温よりも冷たい水が下流に流れる可能性があります。下流の河川の水温は流出口の位置によって変わってしまいます。さらにダム湖の水は基本的には黒線と呼ばれる旧河道に沿って流れるため、湾道などの奥まった水域では流れの影響を受けにくい場合もあります。そのような場所では黒線のあるダム湖の本線とは異なる水温分布を示します。同じダム湖でも場所によって極端に水温や水質が異なるのはこのような事柄が影響しています。このようにダム湖は流入と流出に伴う水の動きが常にあるため、水温やサーモクラインは自然の故障に比べると安定的ではありません。ダム湖で釣りをする際は、このような水の動きを考慮してポイントを絞ることが大切です。あらかじめダムの放水口の位置とダム湖の水位や流入河川の水温、水量などをチェックしておくと、より戦略が立てやすくなるでしょう。海のサーモクライン。海の表層水温は太陽の日射量によって規定されています。地球は緯度により地球の表面である海と太陽との距離や太陽光線が当たる時間が異なるため、高緯度、つまり赤道に近い地域の海域では年間を通して海面水温が高くなります。一方、低緯度、つまり極に近い地域では日射量が少なくなるため海面水温は低くなります。気温を見ると赤道付近は常に日本でいう夏に近い気温の高い状態であるが、極に近づくにつれて四季がある気候になり、極では寒冷な気候になります。海域によって大きな海流などの影響を受けるため一概には言えませんが、大まかには海の水温も同じような傾向にあるわけです。では、このような自然条件の異なる海域において、サーモクラインにはどのような特徴があるのでしょうか。赤道に近い熱帯や温帯の海域では、日射により海面が常に温められている状態にあるため、サーモクラインは常に存在しています。これらの海域では比較的強い日照によって海水は表層から水深数百メートルの間まで温められます。そのためサーモクラインは水深200メートルから1000メートルの間に形成されます。しかし海は深いところでは水深1万メートル以上あることを忘れてはいけません。平均水深でさえも約3800メートルになります。サーモクラインが常に存在している熱帯や温帯の海であっても、海を輪切りにしてみた場合、温かい海水は表層のごくわずかな部分になります。そしてサーモクラインより水深の深い層の水は、熱帯の海域でさえ氷点、海水の氷点は2度に迫るほど水温が低いです。中緯度の海域においては気候に四季があるため、年間の日射量や気温の変化が大きく、低緯度の海域よりも
サーモクラインが形成される水深の変化は大きくなります。例えば、中緯度の海域の夏には強い日射によりサーモクラインが水深40メートルから100メートルの間に形成されます。さらに、サーモクラインの上に湖のような非サーモクラインが形成されます。非サーモクラインは中緯度の海域の夏は水深10メートル前後のところに形成されます。これは我々釣り人にとっても手の届く水深であり、1日のうちで魚の反応が良い棚が変化する要因の一つになると考えられます。なお、中緯度の海域でもサーモクラインより深い層では熱帯と同じく水温は長い年月にわたり数度しか変化せず、中緯度のほとんどの海域で4度以下です。そして中緯度海域の中でも極に近くなると日射量が少なくなるため、サーモクラインは浅い層に形成されるようになり、緯度50度から60度でサーモクラインは海面と交わります。このように説明すると、海では深いところでしかサーモクラインは形成されないと思うかもしれませんが、内湾では海水の動きが外洋に比べて少ないため、気象条件の変化によって湖のようなサーモクラインが形成されます。例えば、東京湾の湾欧部では5月から10月頃にかけて表層水温が高くなり、下層水温との差が大きくなります。その差は8月から9月頃には約5度にも達します。反対に冬には下層水温の方が上層水温よりも高い状態になります。これは東京湾内よりも水温の高い外洋の水が湾内に入ることによるものとされています。サーモクラインと釣り。特に湖の場合は、サーモクラインより下層では溶存酸素が低く、魚にとって居心地が良くない場合もあります。サーモクラインが形成されている層が分かれば、その層を中心に探ることで魚に出会う可能性が高まります。サーモクラインを推定することは、レイクトローリングなどのようにルアーや餌を横方向に引いていく釣りでは非常に重要になってきます。また、深場は安定しているという考え方もありますが、サーモクラインより下層の水は溶存酸素が低い場合があります。つまり、深い層イコール何もいない層を釣ることにもなりかねません。これは投げ釣りなどの底釣りでは命取りになります。例えば、湖でワカサギを釣っていて、釣れたワカサギを餌に大物を狙うような場合、そこだけを釣るのではなく、そこを切っていろいろな層を探ってみることが釣果につながる可能性があります。釣り場でサーモクラインを探すには、実際に水温を計測してみることが一番正確です。ただし、同じ場所で異なる層の水温を計測しなければ意味がないため、計測部の高度の長い水温計を複数用意して、等間隔に垂らして計測することになります。これにより、表層から水温を計測していき、水温が大きく変化する層がサーモクラインであると推定できます。ただ、これは調査の方法としては考えられるものの、釣り人が釣りの最中に行うのは難しいです。高性能の魚探には、サーモクライン付近に集まるプランクトンなどを映し出すことができるものがあるため、こうしたものを利用するのが一つの手です。いかがだったでしょうか？湖や海の中には目に見えない温度の境界線が存在します。その層こそが魚たちが集まり、また離れていく大きな要因となるサーモクラインです。水温の差はただの数字ではなく、魚たちの居場所を決める指標。深すぎても浅すぎても魚は快適には過ごせません。だからこそ、この境界を意識することが釣果を大きく左右するのです。釣りは自然と対話する時間でもあります。風が吹き、光が差し、水が動くたびにサーモクラインは形を変え、魚の群れもまた移ろいます。その変化を読み解く力こそ釣り人の知恵であり、楽しみの一つ。今日の一頭が見えない水の境界線を越えたとき、そこに魚との出会いが待っています。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。この動画が良かったら評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。